ザ・ホワイトデンタルクリニック。こんにちは。こんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニックチャンネルです。です。6回目。6回目。よよろしくお願いします。イエイ。はい。私いろいろホームページの相談フォームとかからお問い合わせいただいて、結構私自分で返したりとか実はしてて。そうですね。そう、全部が全部ってわけじゃなくて、でもほとんど返してて、やっぱり見てて、それ読んでて、もうなんとかしたいみたいな問い合わせがよくあるんですね。でどういうやつかっていうと、ちょっと何個か読んでいただいていいですか？そうですね。ちょっとじゃあまず2件続けて読ませていただきます。小学生の頃に虫歯治療のために歯医者に通ってましたが、独特な匂いや音が怖くトラウマです。そのため歯医者に通うのがストレスで、なかなか続いての通院ができなかったため、行くたびにひどいやこれはやばいなどのお医者様からの言葉に傷つき、怖くて通うのをやめてしまいました。虫歯がひどいのも放置してたのも自分の責任ですが、歯を見せて笑うのが恥ずかしくて、歯が綺麗な人を見ると羨ましく思えます。病院にも怖くて行けてません。直したい気持ちがあるのですが勇気が出ません。ほとんどの歯が虫歯で奥歯2本失ってしまい、あと1本欠けています。歯医者に行きたいのですが、22歳でこの歯で恥ずかしくて行けません。自分の責任ですが、恥ずかしすぎて誰にも見られたくないです。おそらく奥歯はインプラントか入れ歯になりますよね。あと誰にも見られたくなくて、先生と自分だけで治療とかは不可能ですか？で、この2個で共通してるのが、私がすごく引っかかるのが、自分の責任っていう言葉なんだよね。で、自分の責任って言うけど、いけないのってしょうがないし、怖いのもしょうがないし、怖いのはしょうがないし、いけないのもしょうがないし、そもそも小さい頃から虫歯なんだよね、多分。いろいろ患者さん見てると、小さい頃からやっぱり虫歯があってっていうパターンだと思うんです。で、どうしても小学校の頃ってやっぱり教えてもらわないと絶対自分でできないし、そうですね、また親御さんがきちんと教えてあげないと無理なんですよね。だけど親御さん自体も歯磨きの正しいやり方っていうのは知らないと思うんです。ちっちゃい頃になんかこう何歳児検診とかであったりとか、そういう小学校のなんかこう保者会みたいのでやったりするのかな。でもそこまできちんと歯医者さんに歯磨きの仕方を習ってる人ってそこまでいないと思うんです。で、その歯磨きのやり方って人によって全然違うんですよね。歯並びによって磨き方ってやっぱちょっとブラシの角度を変えたりしなきゃいけないし、で歯ブラシだけじゃなくてデンタルフロスとかそういうものも使っていかなきゃいけないんだけど、そこまで完璧に大人がね分かってるかって言ったら分かってないし、分かるタイミングもなかなかないっていうのが現状だと思うの。だからその虫歯になったのは別に自分の責任じゃないって私は思うんですよ。そうですね。仕方ないじゃん、今までちゃんと学ぶ機会がなかったんだから、それで虫歯になって歯医者さんに行ってこれはひどいとか言われたら、それは傷つくよねっていう。そりゃそうだよね。だから私はあんまり責めないでほしいです、自分自身を。自己責任とかじゃなくて、もう仕方ないって思うの。歯磨きの正しいやり方を本当に知ろうと思ったら、自分自身が歯医者さんに行って、でもう本当にそこでこう赤いので染めてもらったりとかして、時間をかけて衛生士さんに指導してもらったりとか歯医者さんに指導してもらわないと絶対無理だと思うんです、私。また分かったとしてもそのモチベーションをキープすることってなかなか難しいから、定期的にその歯医者さんに行ったりとかして、だからそのすごく意識が高くて、きちんと毎日できてる人と全然知らなくってできてない人の差がものすごくて、どちらかっていうと知らない人の方が多い。そうです、でそれはもうほんと小さい頃から教えてもらえる環境にない。でも親御さんもそれは知らない、で親御さんが悪いわけじゃないよ、だって親御さんだって知らないんだから。だからなんかどうしてもそういう風になっちゃっ
ているので、だからそれで虫歯になって歯医者さんに行けないっていうのがなんか自分が悪いとか、本当に患者さん LINE しても私にそうやって言う人も多いの。私が悪いんですけどね。多いの悲しくなっちゃうの本当に。いやしょうがないよねってわかんないでしょうがないよ。そうね、怖くていけない人もたくさんいるじゃない、うち。だから怖くなっちゃった理由もあるし、そんなに責めないでって、それが言いたいです今日は。暑い回ですね。暑いね。暑いですとか、あとね、とにかく虫歯だらけ。もう入れ歯になるしかないし、毎日怖くて仕方ないです。歯医者さんに苦い経験があり、行けません。助けてください。死にたいぐらい悩んでます。どうしても治してほしい。毎日怖い。歯の治療で2件ほど行きましたが、治らないと言われました。死にたい気持ちが強く、どうしたらいいのか。お金もないけど、できれば治療して腫れているところを治したいです。なんか結構深刻になっていくと今度死にたいが入ってくるのね。まあそれ比喩表現っていうか、まあ、それぐらい悩んでるってことだと思うんだけど、これ以外にももう死んじゃいたいみたいな感じの深刻なお悩みがあります。でも死なないで。大丈夫、治るから。虫歯治るから。本当に治るんだって。虫歯治るから。本当に治るんだってもう。なんか結構状態がひどいと、普通の歯医者さんってもうあまりにひどいとたくさんやらなきゃいけない場所があったりとか、噛み合わせとかもやっぱり保険の範囲で全部一気にっていうのがなかなか難しいので、もうこれ無理ですうちではっていう感じでお断りされることがただあるらしいんですね。だけどそれが続くと、私はもうダメなんだ、もう死んでしまいたいみたいな感じになってる人が多いし、実際ここにカウンセリングに来た時にもう泣いちゃう子とかいっぱいいるので、やっぱりそれだけ傷ついてるんだなっていうのがすごくやっぱり悲しいですよね。だから諦めないで、どんな虫歯であってもできないっていうことはないし、ちょっともう残すことができなくて抜歯とかになっちゃったとしても、ブリッジだったりインプラントだったり目立たない入れ歯だったりとか、本当に治療ができないってないので、ないの。怖がりさんは点滴で寝てできるし、おえってなりやすい人も点滴で寝てできるから、うちはもうそういうのは全然できるって、どんな状態でもできますよっていうスタンスでやらせてもらってるので、こんなに悩んでないで来てください。本当に治るから本当に治る。でうちのその YouTube の動画で出している虫歯の治療の動画とか、ほとんどもう眠った状態でやってる人が多いので、そういう寝てやる治療ってどんな感じなのかなとか、本当に痛くないのかなとか、目が覚めないのかなとか、心配だったら動画出てるやつはほとんど寝てやってる人なので見てください。ぜひ見てください。見てください。治療のね動画何本か上げてますからね。なんか楽しんごさんとかも来ていただいてるでしょ。あの方も毎回寝てやってるけど、ほんといつもよく寝たって言って喜んでもらってるもんね。なので本当に怖がりさんとか悩みが深い人、私なんかって思わないでできるから、ぜひいらしてください。今日はそれが言いたかった。言えた。はい、そう、何個か前の動画でもお話ししたと思うんですけど、本当に恥ずかしいとか思わないでほしいんです。あとなんか先生と2人でできますかとかあったけど、うち治療の部屋って全部個室なんですね。そうですね。だからアシスタントとか衛生士さんが入ったりはするけど、もうそういう状態の人は見慣れてるので気にせずで、個室だから他の患者さんにも会ったりしないし、もうほんとマンツーマンっていう感じだよね。この辺は恥ずかしがらずに来てください。ひどいとかやばいとか絶対言わないです。思ってないしね。頑張ろうとしか思わないよね。頑張ろうとしか思ってないから。カウンセリングにだけでもね、そういいのでね、来てほしいですよ。はい。カウンセリングもお部屋でやるので、いきなりチェアに通してとかじゃなくて、本当にこういう対面でまず個室でお話をして、そこから口の中を拝見したりとかするので、
リラックスしてできると思います。あとホームページにも結構虫歯の症例写真毎日のように更新しているので、でも私これよりひどいんだけどみたいな感じでメールが来たりもします。あ、そうなんですね。だけどそう大丈夫。全然大丈夫。気にしてないし。大丈夫です。たくさん症例写真が出ていますので、見てみてください。概要欄に載せておきますのでリンクを。先生今日こんな感じで大丈夫大丈夫ですか？言い残したことは熱い思いを。熱い思いもう本当にね死にたいとか言わない。本当に言っちゃダメ。自分が悪いとかもう自己責任とか言わない。あなたのせいじゃないから。ないから。ないから。はい。来ていただければ前向きになれると思います。ありがとうございます。はい。少しでもためになったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いしお願ます。いします。またねバイバーイ。ソーシャルディスタンス。ソーシャル2メートル取って取ってるから。バイバイ。